万吉さん。あれ？どうしたの？キリタン。この前のライブ配信で、うちはホワイト企業だから、キリタンは定時で帰ったよとか、残業ないよとか言ってたって視聴者さんから聞いたんですけど。それって本当ですか？いや、それは、本当ですか？はい。めっちゃ残業させてるやないかい。キリタンチャンネル。皆様、こんにちは。万吉改め、キリタンチャンネルにようこそ。あのアザラシは、キビヤックの刑に処しました。キビヤックは、ちょっとグロテスクな料理なので、検索する際は気をつけてください。今回は、以前レビューしたスサノオの工作作業をお送りしていきます。まずは、クリアパーツを表面処理していきます。クリアパーツが綺麗なので、そのまま使おうかと思いましたが、ゲート跡やパーティングライン、引けなど、そのまま使うにはちょっとあれだったので、もったいないですが、普通のパーツと同じように処理していきます。こんな感じに、パーティングラインががっつり入っています。最初に、ゲート跡をヤスリを使ってサクッと削ります。その後は、デザインナイフを使って、パーティングラインを処理していきます。このような奥まったところは、デザインナイフ以外での処理はなかなか難しいですよね。デザインナイフの後は、再度ヤスリで、ナイフの傷を消していきます。表面もヤスリで削って引けを処理します。結構引けがありますね。このコンブみたいなものは800番の紙ヤスリです。クリアパーツはキャンディー塗装でテカテカにしようと考えてるので、ひとまず1000番までヤスリがけを行いました。これでクリアパーツの処理は完了です。まだまだクリアパーツはたくさんあるので、同じような処理をすべてのパーツに施していきます。次に、武装モード用の胸パーツを後はめ加工していきます。正直、この方法だけ皆様にお伝えできたら満足です。このパーツは合わせ目消ししなくてもいいかなとも思いましたが、こんな感じに割としっかり合わせ目ができるんですよね。どんな感じに加工すればいいのか、かなり考えました。今回は、指先にあるこの線に沿って、パーツを分割してみたいと思います。果たしてうまくいくのでしょうか。皆様のために喜んで実験台になりましょう。いきなりノコギリやニッパーで切るのは危険なので、キサゲカッターやデザインナイフを使って、モールドに沿って徐々に切っていきます。焦らずに、モールドに沿ってキサゲカッターを動かします。ある程度掘れたところで、デザインナイフに持ち替えて、同じように力を入れずに切っていきます。ナイフを扱う際は、怪我に十分お気をつけください。十分に切り込みを入れたら、パーツを割ります。綺麗に割れました。ここまでは順調な気がします。果たしてハマるのでしょうか。ドキドキです。
パーツを組み立てた状態でも問題なくはまってくれました。はまることが確認できたので、あとはヤスリで顔面を整えていきます。あと、黒いパーツのピンを少し切った方が、はめやすいです。ピンを切るのは不安かもしれませんが、切ってしまっても、パーツが極端に抜けやすいとかはなかったので、安心してください。最悪、塗装後に接着剤で固定すればいいと思います。表面を整えた後再度組み立て、画面左の方を削ったことで、立体感が生まれた気がします。テストをするための予備パーツもなかったので、うまくいくのか、かなりドキドキしました。もしよろしければお試しください。余談ですが、スサノオはパーツ分割が優秀なので、合わせ目消しするところが少ないです。その代わり小さいパーツがかなり多いです。パーツが小さいので、ヤスリをかけるのも一苦労です。さらにパーツ数も多いので、ゲート処理だけでもなかなかの作業量です。私知ってる。これは最後に組み立てるときに何パーツかなくしているやつですよ。次に合わせ目消しです。分割が多いとはいえ、やはり美少女プラモデル。素体の手足は合わせ目だらけです。すでに瞬間接着剤を使って合わせ目は埋めています。まずは太もも裏から処理していきましょう。ここはくぼんでいるので、なかなか処理がしづらいところですよね。太もも裏には、先端が球状になっているヤスリを使って、リューターで処理するのがおすすめですね。もちろんリューターを使わなくても処理できますが、かなり時短になるので、個人的によく使っています。球状のヤスリで大まかに削ったら、スポンジヤスリや紙ヤスリで表面を整えます。太もも裏以外のくぼんでいないところは、普通に処理していきます。まずは、金属ヤスリを使って、接着剤をザクザク削っていきます。その後は、粗めのスポンジヤスリで、表面の傷を消したり、形を整えたりしていきます。足のパーツは、ふくらはぎのところで分割されていますが、組み立てた状態でヤスリがけする方がおすすめですね。それぞれで合わせ目を消してしまうと、形が変わってしまうんですよね。800番までヤスリが消したら、ひとまず終了です。これで、片足の合わせ目消しが終わりました。傷がきれいに消えてるか、この時点ではわかりませんので、最終的には塗装しながら、傷のチェックをしていきます。最後に目立つ肉抜き穴を埋めていきます。穴埋めには、ランナーと瞬間接着剤を使います。まずはこんな感じにランナーから切り取ったかけらを肉抜き穴に入れていきます。
適当にかけらを配置したら、ウェーブさんの瞬間接着剤を隙間に流し込みます。接着剤が固まるまでしばらく放置してもいいのですが、今回は時短のため硬化スプレーを使いました。こちらが硬化したものです。しっかり固まっていますね。まずは余分なところをニッパーを使って切り取ります。そしてデザインナイフで粗く削っていきます。こちらの作業も参考にしていただく際は怪我に気をつけてくださいね。次に240番のヤスリを使って表面を整えていきます。ナイフの切っ先にあるように埋められていない小さな穴がいくつかありました。ここは再度埋めるのですが、穴が小さすぎると接着剤が入っていかないので、穴を軽く広げてあげます。広げた穴に接着剤を盛り付けて、硬化した後、ヤスリで削っていきます。これで作業は一旦終了ですが、塗装した時に穴が見つかれば、もう一度接着剤を使って埋めていく感じですね。パテを使った穴埋めと、どっちが簡単かはわかりませんが、今回紹介した方は捨ててしまうランナーを使うので、なんかエコな感じがして好きな穴埋め方法です。ということで、今回は、スサノオの工作作業をお送りしました。パーツ数が多すぎて、なかなかに時間がかかりました。ゲート処理や表面処理だけなら、そこまで時間はかからないと思いますが、合わせ目消しや肉抜き穴埋め、後はめ加工などの、ちょっとめんどくさい工作作業もやらないといけないので、かなり疲れました。これから塗装があると思うと、泣きたくなってきます。疲労感的には、すでにエクスキューショナー超えてますね。さすがに来週までに全塗装は終わらないので、もうちょっとお時間をいただいて完成を目指そうと思います。そういえば、皆様は、アスラ忍者のフィギュア、予約しましたか？万吉さんはかなり悩んだようですが、お尻を見ていたら、気づいたら予約していたなどと意味不明なことを言っていました。その数分間の記憶がないようですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。気になることやリクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。またよろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。